こんにちは、ミドチャラ TV の愛です。今回の旅は、青梅市。新宿から中央線で約1時間、東京の西、多摩エリア。ここは、自然とレトロな空気が心地よく流れる街です。今日はそんなレトロな街をぶらーり散歩した後、2025年にリニューアルオープンされた亀の井ホテルさんで温泉三昧しちゃおうかななんて思っています。それでは本日のぼっち旅、スターティン。はい、改札出たところに街の駅という売店があって、この売店がすでに味わい深いです。すごいなんか昭和レトロで可愛い。お土産などを買えるほか飲食もできるみたいですね。本来はなんだか優しい空気が漂っています。おめざにこちらを購入することにしましたよ。青梅駅に到着しまして、チェックインまでまだ時間があるので街歩きをしたいと思います。改札を背に左の方に向かっています。なんだか味わい深いお食事処を発見。ラーメンメニューが豊富な定食屋さんでした。いや、なんかいいですね。路地裏に佇むアトリエヨギさん。こちらは洋食をいただけるお店だそうです。目的地到着。ちょっと行きたいと思います。閉まってました。マジ？残念ながら定休日でした。はい、神社に出会いましたので、せっかくですからご挨拶に伺いたいと思います。偶然たどり着いた住吉神社っていうのかな、お呼ばれいただいたのかもしれません。あ、愛宕神社みたいな階段があります。はい、こちらの階段は全部で77段だそうです。じゃあちょっと登ってみましょう。でも愛宕神社より全然短いですし、この階段幅があるので登りやすいです。はい、頂上にたどり着きました。はい、参拝が終わったので降ります。帰りはちょっと螺旋というか違う階段があるので。はい、降りてきました。なんか可愛い猫ちゃんの絵が描いてある。こっちも可愛いですね。公衆電話もなんだかおしゃれ。レトロですね。中の公衆電話は普通です。はい、バス停かな、ここは。うわ、かわいい。レトロです。またレトロな館を見つけたので入ってみましょう。織物の。ああ、はいはいはい。それで、ネズミが出るんで、はい、猫大事にしたんで、それでお寺とか神社に織物とか置物がある。だから猫の置物がいっぱい。結構多いもんですから。そうなんですね。ありがとうございます。はい、撮影して OK ということだったので、中を少しご紹介します。やっぱり猫さん多いですね。青梅が猫の町とされている背景には、養蚕業の歴史があるみたいです。繭を食べるネズミの駆除に猫が重要な役割を果たしたっていう歴史的経緯があるんだとか。こういう歴史的お話を聞くと街歩きがなおさら楽しくなっちゃいますね。続きましてやってきたのは猫の顔が印象的なこちらのカフェ。入ってみましょう。すごい素敵ですね。なんだかドラマとか映画に出てきそうなそんな雰囲気です。先ほどまでお客さんがたくさんいらっしゃったんですが、いいタイミングで、はい、皆様ちょっとお帰りになられたので撮影をさせていただきました。注文したのは焼きサンドです。美味しそう。はい、ハムとかね、チーズとか野菜がたっぷり入っていますよ。そして窓際からの景色はとっても素敵です。電車好きの方にもたまらない風景なんじゃないですかね。サンドイッチは野菜がたっぷり、香ばしい焼き加減でとっても美味しいです。なんかこのお店、ジブリの映画に出てきそうな雰囲気ですごいウキウキしました。サンドイッチは思った以上にボリュームがあったんだけど、夕飯この後ね、結局遅い時間になっちゃったからちょうどよかったです。いい時間でした。ということで本日のお宿は亀の井ホテルさんです。チェックインを終え、好きな色柄浴衣を持って私のお部屋に向かいます。本日は401号室。では入ってみましょう。
はい、お部屋に到着しました。では、ルームツアーです。はい、お部屋の雰囲気がこんな感じです。一見ね、ビジネスホテルっぽいんだけど、やっぱり温泉旅館っていう感じはするのは何の違いなんだろう。はい、入り口側に冷蔵庫とか、こういうね、バーコーナーがございます。はい、冷蔵庫割としっかり入るタイプですね。ウォーターサーバー用意してくれています。どこに各フロアにあるみたいです。そしてお茶とかお茶菓子があります。そしてこちらにクローゼットかな？はい、クローゼットがあります。空気清浄機やタオルかけるところもすごいしっかりしています。そして机の横にテレビがあってミラーもあります。タオルもこちらに用意してくださっています。電気ケトルもあります。この奥はドライヤーかな？はい、窓際から見たお部屋です。ね、なんだろう、入り口のホテルの屋根のところなんだけど、こう奥を見ると山も見えるし、自然をしっかり感じることができます。上には引き出しがありますが、特に何も入っていないので、こういったのが邪魔であれば一時入れるのもありなんじゃないでしょうか。机をね、すっきり使えます。なんか周りにすごい物音がすごいするのは何だろう。枕は2種類あって、こっちが分厚い感じで、こっちが低反発の、なんていうのかな、低めなので、これを使おうと思います。はい、充電器などが入ってます。でもこれは使わないです。はい、ではお手洗いを見ていきましょう。はい、こんな感じのユニットパスです。机の下の扉にセーフティーボックスが隠されてました。はい、ということで今4時です。で、夕飯はね、7時半しかもう空いてないって言われたので、7時半になっちゃいました。遅いなら早い方が良かったけど、でもしょうがないですね。だから早い時間を希望の方はなるべく早めにチェックインすることをお勧めします。七木麺食べれるかな？草原もあるんだね。知らなかった。はい、ホテルと青梅駅間は約お車で10分ぐらいです。こちらは1階のロビーで奥にラウンジがあります。コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなどはフリーでいただけて、ラウンジの利用時間は2時から夜9時までです。購入することができます。後でいただこうか。600円とか500円。ワインと日本酒があります。はい。こちらはフリードリンクです。ジュースとかね、コーヒーとか。氷はここにありました。皆さんお風呂に行っちゃったかな。ドッグランがありますね。こちらはペットと泊まれるプランもあるので、お隣はペット OK のお部屋なんじゃないかな。はい、1階ロビーの奥にアクティビティルームがありました。覗いてみたら卓球ルームでした。はい、こちらはフロントのちょうど真ん前ですね。売店もあります。ご当地ならではのお土産の中にひときわ目立っていたのがドッグフード。すごいおしゃれでした。こんにゃくとかね、美味しそうなので買って帰ろうかなと思います。ドリンクも販売されていますが割高です。はい、売店でお土産買ってきました。大トロ風刺身こんにゃく。これは私の自分用。めっちゃ美味しそうじゃない？トロトロ。はい。はい、こちらは刺身こんにゃく。美味しそうじゃない？これも。地元のやつって言った。これはママ用です。これ冷蔵庫入れても忘れて帰るっていうこともね、たまにあるので気をつけないと。さっき電話して、もう買ってくねって言ったからがっかりして忘れた。じゃあ、冷蔵庫に入れます。はい。で、お夕飯がまだまだなので、今ね、4時40分。そして、5、6、7時半、3時間もあるから、お風呂に入ってこようと思います。逆に今ね、第1便の5時半のお風呂の人たちが入ってるじゃないや。出てきてると思うので、空いてるんじゃないかなと思って。浴衣にお着替えしました。ここの色柄浴衣は、結構ね、渋い系の浴衣が多くて、この色にしました。じゃあ、お風呂に行ってこようと思います。パタ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 。貸し切り状態。みんな夕飯の時間だからいないね。お風呂から上がり、ラウンジにやってきましたよ。どれがいいのかな。やっぱりワインにしよう。
めちゃめちゃ少ないんだけど。だけど、グラスがちょっと大きめだから、いいよね。購入方法は現金ではなく、ルームキーでお部屋付けになります。早々に飲み終えてしまったので、次は沢の井を飲もうかな。それでは、青梅市を代表する日本酒、沢の井をいただきます。乾杯。創業は1702年。小沢酒造が作る沢の井は、奥多摩の地から湧き出るミネラル豊富な水を仕込み水として使用していて、キレのある味わいが特徴です。フルーティーでありながらすっきりした味わいが私好みでした。なおこちらのドリンクバーは1杯500円から600円でいただくことができます。はい、その後夕飯の時間になりましたので、レストランにやってきました。ドリンクメニューをいただきましたので、ドリンクを注文していきます。もちろん、私は生ビール。では、本日もお疲れ生です。乾杯。やっぱり生は最高じゃ。では、いただきます。こちらは前菜で山クラゲのわさび漬け和えです。はい、そして穴子卵けんちんです。おしゃれ。お酒に合う一品です。なんか繊細な創作料理で素敵だね。お作りが来ました。サラダみたいなお作りですね。茶碗蒸しかな。はい、お醤油のジュレをつけていただきます。醤油のジュレ落としました。全く気づいてなかった。このお作りプレートはニシン、マグロ、タイ、ミル貝です。贅沢な一皿ですね。ここでのビールが今日初めてのビールに見えますが、お部屋で缶ビール飲んじゃいました。じゃあ茶碗蒸しをいただいていきますよ。私の大好きな茶碗蒸し。これはね、なんと安納芋の茶碗蒸しなの。なので、普通の茶碗蒸しよりも甘みがあるの。まさに口の中でとろけます。幸せを呼ぶ味。茶碗蒸しにさつまいもを練り込むなんて斬新な発想ですね。続きまして、焼き物です。焼き物のメインはカワマスの朴葉味噌です。大きな椎茸も入ってます。これが私にとってのメインだったのですが、これはネギマ鍋です。なんと、マグロをしゃぶしゃぶしていただくんですよ。まずはお野菜から。もともとのスープのお出汁がとっても美味しいので、野菜の美味しさが増し増しです。では、マグロもいただいちゃいます。このさ、ちょっとレア感がいいよね。やっぱり冬は鍋ですな。飲み干したくなるほど美味しいスープにハマっちゃいました。生でも食べられるマグロをこんな風に食べるなんて、なんとも言えない贅沢です。こちらは牛カツと三角春巻き揚げです。なんか不思議な味でした。美味しいか美味しくないかは私の顔で判断して。はい、締めはお蕎麦です。はい、こちらのお宿の食事はお米ではなくお蕎麦なんですね。しかもこのお蕎麦、つぶつぶが見えて、なんか嬉しい。おかずがたくさんだったので、このぐらいのお蕎麦の量がいいですよね。喉越しつるんと美味しい食事でした。じゃーん、デザートは醤油の蕎麦アイス。お醤油のアイス、すごい、お醤油美味しい。ということで、ごちそうさまでした。はい。夕飯から一旦お部屋に戻って、30分ぐらい休憩をしました。これから夜泣きそばを食べに行きたいと思います。無料のお夜食があります。じゃあ行きましょう。はい。いつも以上に食べてばっかりの動画になっていますが、ち
ょっとね、この夜泣きそばも楽しみにしていたので向かいましょう。はい、2階です。担々麺3種類のうち、月替わりで今日は黒ごまです。とっても広い会場にびっくりしちゃいました。はーい、お席でね、出来上がりを待っています。呼ばれて取りに行きました。黒ごま担々。初実食です。いただきます。見て真っ黒。お味はどうかな？麺がね、非常に細かったの。これはね、香港麺といって、アヒルの卵と小麦粉、寒水を原料とした細くて黄色くコシの強い独特な麺です。亀の湯ホテルさんの原点は別府ですね。それで別府の十五湖巡りにちなんで赤白黒の担々麺を名物として展開しているんですって。優しいスープを飲み干しごちそうさまでした。共有スペースも少し見ていきましょう。3階です。電子レンジ自動販売機があります。はい、良心的なお値段です。アルコールもまあちょっと高めだけど、これだけありがたいです。ハイボールタイム。はい、では今日もお疲れ。はい。いやー、美味しかった。見た目黒くてびっくりしちゃったんだけど、味めっちゃ美味しいです。なんか月によって、日によってはわかんないけど、3種類あるうち、なんかその時によって変わるみたい。初めて黒のやつを食べたので、白も赤も食べてみたいと思いました。熱海のね、亀の湯ホテルは泊まったことあったんだけど、母とね、動画では出してないけど、今度撮りますね。青梅は初めてでした。で、いつも母とご飯食べるとお腹いっぱいっていうか、この夜泣きそばが提供される時間にはもう二人ともヘベレケで眠くなってる状態だから一回も食べたことなかった。美味しかった。なんかね、スープは見た目ドロドロしてるんだけど、でもね、その脂っこさがないんだよね。なんかこうごまのドロドロ感？だから、こう体に悪いドロドロっとした油とかじゃないから、さらっと食べれちゃいました。麺も細麺で、なんかそうめんみたいな細さだったので、あっさりと。ドーミーンさんの夜泣きそばとはまた全然違う感じだけど、さっぱりといただけました。さっぱりっていうか、なんか嫌な油ではないっていうか、ごまの自然の優しいとろみというか、美味しかったです。お腹苦しい。ということで今日はこれをね、ちょっと飲んだらゆっくり休みたいと思います。じゃあ皆さん、今日もおやすみなさい。なんか日本語いいだね。歯磨きして皆さん寝てくださいね。夜更かししないで。食べ過ぎないでね。じゃあ皆様、良い夢を見てください。おはようございます。朝です。時刻は間もなくってかもう7時過ぎてますね。なんか今すごいオーブが飛んでた。見える？いやでもすごいなんかね、いい気が流れてる感じがする。なんか久々にオーブ撮れた。やっぱね、東京のホテルだと撮れないんだよね。はい、お天気めちゃくちゃいいんですけど、ここ東側なのか、太陽がすごい大きくって、今ちょっとちらっと映ってるけど、カーテン開けると、すごい目に来るので開けられないかも。お風呂が9時までと、朝食が最終受付8時半。なので今ね、ちょっと7時20分、超絶急ぎます。はい、大浴場は7階最上階です。アイスがあります。健康ステーションもあります。はい、おはようございます。大浴場行ってきて身支度整えました。
時間がないので、では朝食に行きたいと思います。はい、朝食は2回です。はい、最も混む時間と書いてある時間に来ちゃったんですけれども、そんなに混んでなかったです。朝ごはんは和食の午前というかセットを持ってきてくれるんですけれども、ドリンクだけセルフです。はい、ということでこちらが今日の朝食です。美味しそう。お魚だね。こちらは豚汁。はい、角煮です。はい、いろいろね、ありますけれども、早速お野菜からいただいていきます。こちらは小松菜のおひたしです。美味しい。朝サラダよりこういうおひたしの方が私は食べやすい派です。そしてこちらは青梅豚の豚汁です。大きな豚肉が入っているわけじゃなくって、ミンチしたお肉が入ってました。豚肉の旨味がスープに溶け込んでいます。こちらは湯葉のそばのみあえです。そして今ごまをスリスリしているんですけれども、東京湾で水揚げされたスズキの昆布締めをいただきます。ごまを吸ってね、乗せていただきましたよ。ちなみにさっきのね、お魚は赤魚だそうです。はい、こちらは豚肉の角煮です。もうホロホロで柔らかかったです。これぞまさにご飯が進む味です。どれも丁寧で朝からとっても幸せな気持ちになりました。ごちそうさまです。はい、朝食から戻りました。そして間もなくチェックアウト、今回をまとめていきたいと思います。まず気になる料金がこちらです。1泊2食、あとラーメン付き。15,000円台っていうと普通かなっていう感じはしますが、今のご時世ね、もっと高いところが多いので、比較的旅館の中ではリーズナブルなんじゃないかなって思います。はい。そして私の率直な感想は、旅館っていうと温泉とお料理っていうところを注目すると思うんだけれども、その両方がすごい私好みでした。温泉はね、すごいなと思ったのが、ぬる湯と熱湯、内風呂にね、両方あるの。ちょうど真ん中ぐらいに。男女ね、入れ替えになっていて、露天風呂は1箇所しかないんだけど、入れ替えの時に入れます。女性はね、朝露天風呂がある方でした。なんか結構暑くて長湯できないところも意外と多いんだけど、本当にね、温度がちょうどよくって大好きな温泉でした。そしてお料理は、泊まってる方が母世代前後の方が多かったからなのか、すごい重たくなくって優しいお料理で、もう一つ一つ丁寧に作られて華やかだし、多すぎないし油っぽくもないし、なんかタンパク質もしっかり取れるような美味しいお料理でした。そういったところもね、すごく私は気に入りました。お刺身一つも普通にね、お刺身っていうよりはちょっとサラダ仕立てになってたりとかして、なんかすごく工夫されていらっしゃるのが、はい、おもてなしの気持ちを感じることができて大満足です。じゃあどんな方に向いてるかっていうと、やっぱりそうですね、東京からのアクセスがいいところを求めてる方、交通の時間と交通のお金をかけずに大自然を感じたい方にぴったりなんじゃないかなと思います。街中に観光地がたくさんあるというのところではないんですけれども、レトロな街並みをゆっくり散策するのもすごく楽しいんじゃないかなって思いました。はい。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。みだちゃれ TV の愛でした。ここがね